皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、あまり報道には載っていないものの、非常に大事だと私が思う感染源の話と、そして新型コロナウイルスの知識について、専門家の意見をもとにして皆さんと学んでいこうと思います。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するためには、どこで誰がどのようにして移されたのかというのを追いかけることが非常に重要です。そこから一体誰と接触していたのかというのを洗い出すことによって感染爆発の芽を摘むことができます。そしてそもそも人と接する機会をなるべく少なくするために今は営業の自粛が幅広く行われています。ところがこの営業の自粛についてその要請を守らないというところもあります。その例として一番報道されているのがパチンコやパチスロのお店でしょう。朝から行列ができていますよといったところを映し出して多くの人が集まっていることを報道しています。このような光景は誰がどう見ても人々が集まっている光景であり、店内においても人々の距離というものも非常に近い状態で密集や密接といった集団感染を引き起こしやすい状態になっています。しかし目立つだけに行政の側からも営業の自粛がダメであれば店名を公表しますよ、店名を公表してもまだ営業するようであったら休業の指示を行いますといった具合にだんだんと行政側の手段もエスカレートしていくものです。それによってだんだんと状況は改善されていきます。一方で報道ではあまり触れられていないのですが、専門家たちは非常に注意深く見ているところがあります。それは夜の繁華街、風俗店などです。これらの店はお客さんにしても、そして従業員にしても、新型コロナウイルスにかかった場合の感染不明というものをたくさん出している場所です。感染経路不明な人数が多ければ多いほど、それ以上の追跡が難しいだけに、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには非常に重要なポイントです。今回はそのことについて触れるとともに、専門家らが一体どのような情報を発信しているかを見ていきましょう。それではどうぞ。新型コロナウイルスの感染者のうち感染経路不明ですといった問題があるのですが、その問題については専門家らは夜の接客業、いわば風俗店などについて非常に強い疑いを持っています。そのため今回は専門家らが一体どのように考えているのかというのを少し見ていきましょう。第94回日本感染症学会学術講演会 COVID-19 シンポジウムよりその一部を抜粋します。以下箇条書きは私のメモです。他人に感染させる力は年齢が上がるほど強い。唾液にウイルスは多量に含まれる。飲食・接客の場で中高年から若い女性へ感染。若い女性の多くは無症状か軽症のため感染源となり得る。どこに行ったか答えない。感染経路不明。それは夜の飲食や接客の場に要注目というわけです。それでは少しここからは実際に COVID-19 のシンポジウムで用意された資料を見ていきましょう。クラスター、集団感染が起こるリスク。新型コロナウイルスのウイルスの排出量というものは症状が軽い重いといったものではなく年齢に関係することが分かってきました。それは高年齢ほどウイルス量は多いということです。世代別に青壮年、中高年、高齢者と3つに分けた場合、青壮年においてウイルス排出量が多く他の人に感染させる可能性の高い感染者という割合がもし1であれば、中高年の場合であればその割合は2、そして高齢者であれば4と、より多くの人に感染させてしまう人の割合というのが高いのです。唾液が感染源になっている可能性。唾液中には発症初期からおそらく発症前にも相当量のウイルスが排出されている。唾液が感染源になっており、それが接客を伴う飲食業での感染拡大に寄与している可能性があります。ここで大事なポイントは、唾液の中に相当量のウイルスが入っているということです。そのため人とお話をする、もしくは誰かが喋っているその飛沫がどこかについてしまうといった形で他の人に感染を広げてしまう可能性があるわけです。咳やくしゃみだけではないということに非常に注意が必要なのです。そして専門家らが危険視している夜の飲食店などについての集団感染の起こるメカニズムについての話です。まず夜のお店の場合、お客さんというものは女性ではありません。基本的には男性向けの産業だと言えます。その中においても中高年のお客さんの場合は若い人に比べてより排出するウイルス量が高いためにより感染力が高いと考えられます。そのため密集していなくても密接に会話するようなことが一人対不特定多数で起こると集団感染となる可能性があります。ここでのポイントは1対1でも十分感染は広がるということです。
今3密を避けましょうという話がよく言われるわけですが、それはあくまでも集団感染が起こりやすいという話であって、その中の一つでも、例えばこの場合であれば密接状態、濃厚接触者になってしまえばそれによって移ってしまうよということを言っているわけです。そして夜のお店での接客を伴う飲食店でのクラスター集団感染の起こるメカニズムについての続きです。こういった店においては一人の女性が多数の男性客を相手にするものです。そしてその若い女性というのは世代別の感染力といったところを見てみると、高齢者に比べれば他の人に移す確率というものは低いわけですが、しかし全ての人がそういうわけではありません。若い人でも稀に軽い症状でありながら多くのウイルスを持っている人がいて、そして多くの人に移してしまうということがあり得るのです。このような人から多くの顧客に感染させる可能性があります。なぜ専門家らはこのように夜のお店での感染というものを考えているか、少しデータを見ていきましょう。こちらは NHK の行った日本国内の感染者9800人の分析データです。感染経路の推定を職業別に行っています。このグラフは職業別で、そして感染経路の推定可能なものというのを青、そして感染経路がわかりませんよといったものについては赤で表しています。介護や福祉、学校、教育、医療関係者といったところが感染経路が追いやすいというのに対して、だんだんとそれ以外の職業においては感染経路不明ですといったところが増えてきます。そして一番感染経路がよくわかっていないというのが飲食や接客業になります。ただしここで注意しなければならないのは、普通の飲食店であれば営業自粛の要請がされており、そのようなお店についてはあまり考えなくて良い状況です。ですからここにおいては感染経路不明という場合において夜のお店というものが少し想定の中に入ってくることになります。そしてなぜ専門家らが夜のお店が感染源になっているか考えているのか、そういったことがわかるグラフがこちらです。人口10万人あたりの感染者数男女年代別です。男性の場合はどちらかというとそれほど偏りはないのですが、女性の側には随分と大きな差があります。特に20代 13.4 人というのは非常に突出しており、女性の中においても一番多いだけではなく、男性も含めてもこの年代層というのが一番感染者数の多いことがわかります。最後に年齢別の感染者数などについても見ていきましょう。こちらは年代順とそして感染者数の棒グラフになっています。10歳未満や10代は感染者そのものが劇的に少ないことがわかります。一方で20代からは感染者数の増加というものが見られるわけですが、一方で死亡や重症といったものについてはやはり定説通り年齢が上がれば上がるほど多くなっていることがわかります。若い人ほど重症化のリスクは小さいわけですが、ただしゼロではありません。ここには注意が必要です。それではこうした専門家らの夜の飲食店やいわゆる風俗店などについての問題がどのようにニュースで報じられているか見ていきましょう。札幌に大きな第2波、目立つ夜の外出飲食、緊急事態宣言から3週間が経ち、全国的に感染者数の減少が見られる中、札幌市では4月に入り感染が拡大している。2月の北海道独自の緊急事態宣言で一時的に沈静化したが、第2波が来ている形だ。学校の卒業や企業の移動時期と重なる年度末の3月下旬頃、首都圏への往来や繁華街での滞在が増えたことが原因との声がある。札幌市では4月中旬より病院内の感染拡大などで1日あたり10人以上の感染者確認が続き、感染経路がわからない感染者も増えた。25日と27日にはこれまでで最も多い26人の感染を確認。秋元市長は28日の記者会見で、第2波が大きな波になっている。2週間前の東京が札幌、北海道に現れたと述べた。北海道では2月28日から3月19日までの独自の緊急事態宣言により、感染が抑えられたはずだった。しかし3月下旬には市内の人の移動が一時的に活発に。スマートフォンの GPS の位置情報などを解析するアグープによると、3月27日の金曜日には市営地下鉄すすきの駅付近は滞在人数が前日より 16% アップ。札幌市は4月13日、同月の感染者の約4割は繁華街の接客を伴う飲食店の利用など、夜間の外出や飲食の行動歴があることを明らかにしている。このすすきのというのが札幌における夜の繁華街や風俗店街のある場所です。一方4月7日から数日間はほぼ連日のように東京滞在歴のある感染者が新たに確認。
秋元市長は今回の第2波は北海道と首都圏などとの往来が増えたことが要因との見方も示しており、連休中は医療機関が休診になるので重症化する人が出る恐れもあると警鐘を鳴らした。より具体的に感染経路不明な原因というのが夜の繁華街であるということが新たに発表もされています。福岡市の経路不明者男性が4倍、繁華街の飲食店利用を多く、福岡市は1日、医療機関や介護施設でのクラスター、感染者集団などを除き、感染経路がわからない新型コロナウイルス患者104人の分析結果を公表した。男性が女性の約4倍に上り、世代別では50代が最多。中洲など繁華街の飲食店を利用していたケースが多かった。職業別だと無職を除き、経営者役員が 34% で最多。行動履歴を尋ねたところ、40人が会食や接客を伴う飲食店を利用したと回答。エリアは中洲や天神などの繁華街が多かった。福岡市ではこれまでに360人を超える感染者が出ている。夜の繁華街での飲み屋やもしくは接客、そして風俗店という括りの中においては、ホストクラブのように男性の側が従業員で、そして女性がお客さんというパターンもあるのですが、しかし全体を見れば、女性が従業員で男性がお客さんで来るようなお店の方が圧倒的多数です。それらの店とはキャバクラやガールズバー、スナックや風俗店といったところが該当するわけですが、そういったお店においては、女性はたくさんの男性と接触するものです。ですから一体誰から移されたかというのは女性の側はわかるようなものではありません。そして統計上若い女性の感染者が多いというのはこうした職業と関連があると考えられています。そして男性の側も新型コロナウイルスにかかって発症して PCR 検査をして陽性になりましたよ。さああなたは一体どのような行動をとっていたのですかといったそうした聞き取りの中においてこうしたお店の名前を出さない可能性が非常に高いのです。そしてそのような聞き取り調査が不十分であれば一体どこから移ったのかわからないなといった感染経路不明者が増えてしまうのです。冒頭でパチンコ店を例に挙げましたが、ある一定数の人々は自分の行動が回り回って他の人に感染させてしまうといったそういった考えを持つことができません。ですからお客さんを制止しようとしてもなかなか難しいものがあり、逆にお店の方を何とか閉める方向で考えるしかありません。一番わかりやすいのはこうしたお店に対して休業の指示と休業時の保証をすることができればそれが一番わかりやすいのですが、現在の対策としてはこうした保証とセットになっているわけではありません。ですから何とかやめてくださいということはできても強制的に営業を終了させるのは非常に難しいものです。ですからこういった夜の飲食店や風俗店についての許可を与えている風営法を改正して感染症が流行った場合には強制的な営業停止がかけられるようにする必要があるといった声もあります。こういったお店はそもそも密接することがサービスにつながることもあり、感染源となってしまう可能性が非常に高いのです。ですから優先的に閉めなければならないわけです。そうでなければ他に休業要請を受けて真面目に休業しているお店、そちらの方がはるかに多いわけですし、また多くの人々が外出を自粛するように求められてその通り動いているのです。こういった努力が一部のお店が開いていることによって感染が広がってしまうというのであれば政府の対策に穴があるとしか言いようがありません。感染を広げてしまうリスクの高い業態や業種については積極的にこれを締める方向で様々な政策を打たなければ政府への批判というものが高まっても仕方ない面があります。一方、新型コロナウイルスに対する知識をアップグレードする上においても今回の専門家からの意見というものは非常に重要です。特に私が大事だと思ったのは新型コロナウイルスにかかった人がいてその人が一体どれだけ他の人に移すのか、その目安として症状が軽いかどうかではなく、その患者さんの年齢というものが非常に重要だというところです。年齢が高ければ高いほど、多くの人にうつす確率が高いですよということは非常に注目すべき点です。そもそも論として新型コロナウイルスにかかった場合は、年齢が高ければ高いほど重症化のリスクが高いことが明らかになっています。その上、他の人にうつしてしまう確率についても、年齢が高ければ高いほど確率が高いというのですから、高齢者についてより一層注意しなければなりませんし、外出規制についてもより高齢者の方がきつく言わなければならないというのが科学的な話となります。逆に言えば若い人の方がリスクが低いということもだんだんと確定してきています。
年齢別の感染者数というデータも見てもらいましたが、私にはここに一つの盲点があると思います。それは若ければ若いほど無症状の患者も多い可能性があるということです。PCR 検査を受けるということは何かしらの症状が出たからそこで PCR 検査を受けるわけですが、無症状の人々は自分がかかったことすら気づかないわけですし、 PCR 検査を受ける確率というものはほとんどはありません。子供たちが元気いっぱい遊び回っているのに、さあ PCR 検査を受けましょうということはないと思います。ですから見えないところで感染は広がっているかもしれないが、無症状であるために PCR 検査を受けてない子供たちというのも非常に多い可能性があります。他の人に移す確率というものについても少ないわけですから、子供たちに対する規制というものは優先的に緩めていっても良いというのがデータに裏打ちされた結論です。次に、唾液の中にウイルスが多いという話についてもこれも重要です。新型コロナウイルスは無症状やもしくは軽症においても他の人に移してしまうことが分かっています。この原因となっているのが、このウイルスは唾液の中にもたくさん入っているという話なのです。ですから自分がかかっているかかかっていないかを考える前に最初からマスクをしていれば誰かに移してしまう確率を下げるということが分かったのです。もしも新型コロナウイルスにかかっている人がマスクをしないで生活していたとしましょう。誰かと話すたびに飛沫が飛んでしまいます。それが例えば誰かではなくスマートフォンのようなもので話していたとします。その時にこのスマートフォンにはウイルスがついてしまいます。そしてそのスマートフォンを操作する指にもウイルスはついてしまいます。そのウイルスがついた手でドアノブを触ったり、手すりを触ったり、何かの電気のスイッチなどを触ったりなど、様々なところに手を触れることによって、他の人がそれに触れば接触感染を引き起こす可能性が高くなります。こうした人から物へ、物から人へといった形で、新型コロナウイルスの感染というものは広がってしまいます。この場合においても、やはり感染源となっている人が無症状や軽症の場合においても、新型コロナウイルスが広がってしまうというのが今回のウイルスの厄介なところです。こういった唾液の中にウイルスが多く入っているんですよ。だから咳やくしゃみが出ていなくてもマスクをしていることは大事ですし、またちょっとしたことで唾液が外に出てしまう、飛沫が飛んでしまう、そのために物をなるべくきれいにしましょうといったことなどについてももっと広報するべき話でしょう。以前の動画で私は遺伝子情報をもとにして現在の新型コロナウイルスの流行についての考察を行いました。そして今回も専門家からの話をもとにして新型コロナウイルスの感染源である夜の街の話やより注意すべき年齢層であったりウイルスの感染ルートについての話をしました。これらの話は今は私がしているわけですが、本来だったら一体誰がすべきなのでしょうか。私は安倍総理がこの話をすべきだと思っています。一国の総理というものは非常に忙しいものです。1分1秒すべてコントロールする必要があります。しかしその中においても私は今は安倍総理がなるべく自分が先頭になって広報家になる必要があると思います。平時においてはそれこそ菅官房長官が定例の記者会見で様々なことを発表すればそれで良いでしょう。しかし私は今は非常事態だと思っています。ですから会議を重ねることも非常に重要なのですが、その中においても国民向けメッセージというものを安倍総理がなるべくなら発信した方が良いと思っています。それは何も総理に記者会見を何度も行ってくださいという話ではありません。欧米の指導者たちは国民向けメッセージというものを録画して流していることがあります。私はそれで全く問題ないと思っています。一国の指導者である安倍総理が一体今どのようなことを考え、どのような政策に取り組んでいるのか、そして国民向けに一体どう考えてどう行動してほしいのかといった話を自分で話してほしいのです。今回紹介した話も報道にはほとんど載ることがありません。ですが、もしもこれを安倍総理自身がこんな問題があってこういうことをしようと思っているという話をとうとうとしてくれて、それをテレビが流してくれれば、ああ、安倍総理は今こういった問題に取り組んでいるんだな、こういった問題に対してどう対応するのかというのが分かってくるものです。今多くの人々は不安や不満といったものを多く抱えている時期です。それだけに政府が一体どのような情報発信をするのかというのが非常に問われています。そしてその情報発信の場において最もふさわしいのが安倍総理だと私は考えています。皆さんはこの問題についてどのようなことを考えるでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。